はい、こんにちは。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。本日は春イベント2021激突ルンガオキア戦パート9ですね。アイアンボトムサウンド、E5の攻略をしていたんですけども、無事にね攻略をしてしまったということで、急遽今日はいでやさん、こんばんは。こちらの、サムネイルにも出てますけども、宗谷をねまだ会えてないので、攻略で出てこれなかったので、こちらの方でね新たに、挑戦をしていくということで、今日はやっていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。イデアさん、空母 Q さん、こんばんはです。かのやさん、こんにちは。今日はご挨拶のみで。かのやさんもご挨拶ありがとうございます。はい、いや本当はね今日普通に攻略するつもりでね準備を進めていて、ようやく、装甲破砕も終わって、ちょっと試しにというかね、ちゃんと装甲破壊になってるかどうか確認をしようと思って、出撃した結果、全力でいったわけなんですけどもね。さくら、イリスさん、こんばんは。結果的に一番、いい終わり方ができたかなという感じでした。桜アイリスさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。はい、そして、今日の、チャットのところにですね、URL 貼っていますけども、こちらが今回、私が最後、出撃をした時の編成ですね。それを載せています。もしよろしければそちらの方で確認していただければと思います。また出撃の内容も今回それと全く同じ編成で出撃をしていきますので、だいぶね攻撃が通りやすくなっているということなので、期待をしていただければなと思う次第です。あとはそうですね、リスナーさんから先日ボス戦警戒陣がいいのか、単獣陣がいいのかっていうふうにちょっと問い合わせというかね聞かれたんですけど、私最後は単獣陣でもう突っ込むつもりでいました。警戒陣の特性上 7隻で出撃しますけど、下の4隻だけしかねちょっと攻撃力が発揮できないということが、一番ネックだったので、実際攻略をした時も、全員の攻撃がね本当に当たってようやくなんとかかんとかなったなっていう風な感じなので、そちらの模様は今日はそうですね、時間的に20時30分、そうですね、8時半頃になりましたらその模様を録画してありますので、皆さんに見ていただこうかなと思います。それまではちょっと宗谷の方をね出るかどうか分かりませんけど、全力出撃で行ってみたいと思います。
はい、それでは出撃なんですけども、先ほどもちょっとお話ししましたけども、今 URL 固定してます。その内容の編成で出撃になります。1番艦、陣痛、2番艦、フレッチャー、フレッチャーだけが対空戦仕様にしています。道中、対空がね、全くないとちょっと不安と言いますかね。やっぱり抜かれてました、何回も。削りの時は、日曜日の、ほぼ1日かかってね、ようやく削りました。その時も、道中撤退、ほぼ半分ぐらいね、撤退はしてしまいましたけども、空襲で撤退することもままありましたので、一人はいた方がいいのかなと思います。そして3番艦は親潮です。この中では唯一海二艦ではないんですけど、私もどうもこの子ね、よくドロップするんですよ。ですから、ぜひ使ってみたいなと思って今回採用した結果、いい働きをしてくれました。運の値に関してはちょっと上げています。27ってね、ちょっと頑張りました。はい。スロットルの方は、水雷戦隊の熟練見張り員を乗せています。あとは魚雷ガン積みですね。黒潮、この子もね、E3 の時からだいぶ活躍してもらってましたけども、今回も活躍をしてもらっています。特に運の値はね、回収してないんですけど、もともと高いんで28ということでね、魚雷のガン積み、そして、スロットルの方は水雷戦隊見張り、熟練見張り員になっています。ちょっと平付けした時のダメージが残ってるので、一回修復します。申し訳ありません。私、少しだけ後ろに下がります。シート剥がし、休みもらうで。痛くなんかないけどね。はい。で、続けて、高波ですね。先日の友軍が到着した時と同時に買い人が来ちゃったということで、もともと使うつもりで E3 の時から、レベルの方をね、開放して使ってました。ただ、買い人が来るのは全く予想してなかったので、まだ、対空の回収がね、できてないという状態ですね。それでも、やっぱり買い人になったということで、だいぶ生存力が高まりましたので、これはだいぶありがたいかなというところです。装備の方は、D 型砲、そして魚雷、電炭、そして見張り員の、今回の一番オーソドックスなね、装備となっています。一応確率的には 70% くらいですかね。高波の場合は、カットインが発動できるようなレベルになっています。そして、かげろう型、ネームシップのかげろう、本当にね、今回活躍がすごいしてくれてね、嬉しいです。この子、私の艦隊の中でもだいぶね、昔から駆逐艦の中でも活躍してくれてたんで、どこかのタイミングでまたイベントでね、使ってあげたいなと常々思ってたんですけど、ようやく今回活躍の場が来て非常に嬉しいと思っています。装備は高波と同様。ただ D 型砲だけ、これ一つだけね、この活躍がいつか来るだろうと思って作っていた D 型砲 MAX。ようやく日の目を見ることができて嬉しいな。そして、最後は長波ですね。今回説明不要のまさに大活躍ということですが、この子も私の艦隊の中でも駆逐艦の中では1、2を争う連動を持っていました。それに伴ってね、運の値も回収をしていましたので、今回存分に働いてもらっております。はい。以上7名の出撃です。道中は対戦、
対戦仕様の道中支援、そして、決戦支援は、本撃支援となっていますけども、基本的には命中重視、戦艦軍に関しては、最低170以上のね、火力が出るように設定をして、反攻戦であれば200くらいあった方がいいようなこと書かれてましたけども、もはやそこまで火力を上げるということもちょっと難しいところもありましたので、まず愛用に関しては190、あとは電炭ですね。武蔵も194、あとは電炭を三つ積みという感じで、とにかく命中重視という感じにしています。ワシントンはちょっと火力は落としましたけども、命中で稼いでいこうということで選びました。でね、前回、航空賞をちょっと逃したというかね、取れなかった一つの要因として、決戦支援をだいぶ、適当にやってたというかね、とにかく火力が出ればいいやと思って出してたところがありましたので、駆逐艦に関しても今回は、磯風と雪風を、出すつもりで鍛えておりました。少しでもね、命中と火力両立できる艦誰がいいかなと思ったら、運の値も見逃せないので、磯風と、雪風、この2人をね、随伴艦として採用しています。ということで、説明は以上で出撃をしていきましょう。いけますよ。あと、基地航空隊もありましたね。今、出撃するときにお見せします。これでいいのかしら。どうよ。作戦計画概要をご説明します。ちゃんとね、もう航空賞出ちゃっててあれなんですけど、でもまだまだ戦いは終わりません。基地航空隊、この6号戦隊ですね、2つ中隊と、あとは私の配信見ていらっしゃる方はお分かりだと思うんですが、飛竜をね回収してたんですけど、途中からアップデートが入ってしまって、例のね、このドイツの、TO217、こちらの方に一式陸空を使ってしまったので、回収が星8で終わってるというこの飛竜ですけども、これが今回活躍の場をね、早くも与えられたという感じで使っております。以上なような感じの設定ですね。あとは防空の方は今私が持ってる、全てのね、防空の艦載機を搭載しております。 TM 山、岩川牧場さん、こんばんは。イベ完走されたのですね。おめでとうございます。TS 山、岩川牧場さん、ありがとうございます。いや、本当はね、今日の配信でと思ってて用意してたんですけどもね、でも結果は結果としていいことなので、まだまだ戦いは続きますので、よろしければ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。いい？しおいちゃん、いおちゃん、ひとみちゃん。第一潜水機動部隊戦略出撃抜秒です。いや、今回ね第3艦隊なんでシオンが言葉言ってますけど、出撃は間違えたそうだ、シオン出しちゃったすいません。てっきりそっか、クリアしちゃうと全員出撃ができるようになるって言ってたもんなすいません、一回出撃しましたけど、これはなしでお願いします。敵艦見る。各艦合戦用意お願いします。対空じゃないな、対戦支援の力をお見せするときですね。こんな感じで、よし、始めちゃいましょう。
皆さんも、こういうことがあるので、本来はね、出撃させない間、ムスを置いておくべきなんですけども、シオンが戦闘型がやっちゃいましたね。まず撤退します。はい。はい、艦隊戻りました。おこ疲れ様。うなるとどうなるんだろう。あれ札はそのままだけども出撃できるのか。そうだったのか。出撃できないと思って連打してしまった。いただきました。補給ありがたいです。潜っちゃいます？今日もこれを防止するには、どうすればいいのかな。ご説明します。いや、こんなガバをやってる提督、ダメだな、こんなんでは。シオンいけますよ。よし。では、気を取り直してもう一度行きたいと思います。今度は間違いない。いやー、どうしようかな。でも出撃さえ間違わなければ大丈夫なはず。大丈夫だ。作戦計画概要をご説明します。これでいいのかし支ら。援艦隊はちゃんと出して、どうよ。して作戦計画概要をご説明します。基地航空隊をちゃんと出撃と防空に。今回のイベントに関しては、まあね、長いのは確かに長いことは GM 山、なんです岩けど川牧場ね。さん、第2札艦ならどうでしょう？作戦要項です。第2艦隊の札、基地航空隊との共同作戦が可能です。第2艦隊の札なら、多分第2艦隊で出撃しちゃうかもしれないですね。すいません。ちょっといい方法が思いつかないので、まず出撃を間違わないようにしていきます。ちゃんとね、第3艦隊に合わせていきたいと思いますので、アドバイスありがとうございます。はい。第2水雷戦隊、機関陣痛。本当に今回は、ヒューマンエラーですね。もう提督の、疲労が一番の大敵だったなと思います。というのもね、左の肩がね、痛いんですよね。まあ、お年寄りだからしょうがないのかもしれないんですけど、昨日からずっと調子が悪くて、これも激戦の後だから仕方ないのかなと GM 山、思いましてね。岩川牧場さん、連合じゃないので大丈夫かと。なるほど、連合じゃないから大丈夫。その手が、そうか。わかりました。じゃあ次から第2艦隊の子を一人置きたいと思います。で、道中の陣形ですけれども、最初の空襲マスは臨形陣でいきます。この方が一番突破率が高かったようです。私の中ではですがね。あくまで参考ですけども。各艦突撃用意。行きましょう。桜、イリスさん、エゴは攻略5破殺の制限なくなりませんか？そうなんですよね。E5 は、攻略後は札の制限がなくなりましたね。そのせいでというかね、今まで、第6艦隊の、機関に置いてたんですけど、出撃をしてしまうということになっちゃいましたんで、提督のお役に立てて。そうか、そうなると、連合じゃなくても、出撃できちゃうのかもしれないですが、試しにね、やってみたいと思います。まだやったことがないのでね。ということでね、ちゃんと、出撃今したんですけど、大破してないよね。そんな音は聞こえなかったので大丈夫でしょう。皆さんどうでしたか？大丈夫ですね。行きましょう。はい。空襲マスに関しても、
本当に事故るときは一発で事故りますので気をつけましょう。では、ここからは警戒陣でいきますね。潜水養生。今回はだいぶおとなしめに設定されてるのか、でも暴れるときは暴れますからね。この子だけはね、通常のマスには出てきてほしくないですね。イベント限定ということで、ぜひお願いしたいです。GM 山、岩川牧場さん、OK です。ありがとうございます。はい。何事も経験してみないと分かりませんからね。わあと言ってるそばから、今の攻撃は幼女からの攻撃ではなかったと思いますからね、仕方ないね。ということでね、非常に道中がね、3回に1回は道中撤退してましたね。はい、まずは追撃せずに、怖い怖いここでね、ダメージもらうのはほとんどもらってましたね。一応機関に司令部乗せてるので、これで退避愚神は出るので、これで退避します。ね、でも今回はこのまま退避をして進軍します。そのための司令部ですからね。ですがね、これ以上やっちゃうと多分索敵足りなくてボスに行けなくなっちゃうので、もうこれ以上は下げられませんね。1人までなら OK。 そして警戒陣、仕方ないな。キラ付けしたけど、こういうこともあるからね。今回は随分基地航空隊じゃなくて支援艦隊当ててくれたな。対戦仕様の道中支援はね、あまり普通のこういう水上艦には期待をしてなかったんですけど、落としてくれたからいいかな。まあね、だいたい削りの時もこんな感じでみんな一発ずつもらってましたからね。改めてきつい。みゆきだよ、よろしくな。みゆきだよ、よろしくなってな。よし、行こう。進撃します。さて、ここからもねどうなるのかな。野戦だからな。突撃します。私に続いて魚雷も自発装填済みです。これからです。どこだかげろうか。よし、かわしたな。よし。そこです。当たった。いける。どれ下か。ブロックしたのか。4番艦狙ってくれ。4番艦ではなくこれもう一発来るな。よし、今回はかわせた。服を切らせて骨を断つなよ。
本当にわからないですね。道中の中でも、意外とこの野戦は抜けるんですよね。むしろ水上戦の方がきつい感じがして、ここがよくわからないな。でも何はともあれ皆さんに、お見せできるようやくボス戦をまあ先日はボス戦走行破砕前の状態をね、動画でアップさせてもらいましたが、もうコテンパンにやられたよということですけど、さて今回はどうでしょうか。単獣陣でいきます。はい。野戦まで行けることを期待して、始めようか。さあ行くぞ。いつ見てもこの編成はな。基地航空隊はまずは仕事をしていく。これはまずいですね。まずいですね、やっぱりね。ちょっと今回は第2艦隊だいぶ残しちゃってるんで、なんとか野戦までみんな頑張って。最低4隻以上、もしくあと機関を落としてないとね、たまに事故るんでね。よし、第2艦隊を落としたけどこっちもボコボコにされてるな。これがね、警戒陣を皆さん選んでいく理由の一つですね。野戦まで持たないということなんですけど、なんとか野戦まで、単獣陣の、利権としては機関も全て火力をも出せるという点にありますので、まだ分かりませんよ。友軍もありますし、来た。強支援。この支援艦隊もね、陣形によって火力がだいぶ違ってきますので、今なら最大火力出せますよ。やるしかないわね。ここから鈴波いいぞ。あとは早波には来ないで。よーし。支援艦隊も十分働いて、ジンズさんのカットインで600ね、これだけ火力が出せるんですよ。あとに、さすがにこれは倒せるか。どうだ400。どや黒潮。おお1500。こんなに出るんだ。ちょっとダメージ出すぎだな。ちょっと見たこともないような数字が出ちゃったんでびっくりしましたけど、皆さんすいません。ちょっと声が高くなってしまいました。A 勝利でもね、むしろ A 勝利取ることが重要なので、たまたま
たまたまか。狙っていたとしか思えない火力だったが、うん。さあ、どうでしょうか。あ、仙台さんでしたね。野戦なら任せておいて。はい。ということで、1回目、仙台さんでした。はい。艦隊戻りました。 CM 山、岩川牧場さん、酔いだめ。ありがとうございます。ちょっとね、ありがとうございます。噂には聞いてましたけどね。イリスさん、1500オーバー派見たことない。ありがたいです。これでまた私も集積値の時に、1000ダメージ超えたのは見たことあるんですけど、通常の艦隊でちょっとやりすぎたかなとは思うんですが、でもこれだけの火力がなくて、ないと倒せなかったのも事実ですからね。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。提督、申し訳ありません。この体、今の戦闘だけではね、陣形としては、もしね、申し訳ありません。私、少しだけ後ろ桜、に下がります。イリスさん、装甲破砕の効果が残ってるのでその影響ですかね。そうですね、装甲破砕の影響がやっぱり強いので、一応宗谷の出る確率というのも、そもそも越勝利取る確率がなかなか難しいので、検証件数ですね、そういったものも少ないこともあって確定ではないんですけど、約 6% ということは、高いですよね、確率的にはね。ですから、こればっかりはね、回数重ねていくしかないので諦めずにいけばなんとかなるということなんですけど、時間の方がね30分になりましたので、それでは、今回ねクリアできたそのシーンを皆さんと一緒にまたもう一度見ていきたいと思います。ちょっと用意いたしますので少々お待ちください。はい、それでは、今回多聞丸のカンコレ、E3 のボス戦、装甲破砕後ですね、こちらの、シーンの方を公開していきたいと思います。どうぞ。ここは迷うことなく単獣陣を選びます。一応この時はちゃんと装甲破砕になってるかなっていうのを確認していました。この段階でね。ちゃんと破砕してるな。よし。と。あとは、殴るだけ殴って帰ってやろうというふうに考えていたところですね。
こからですね、二巡の攻撃が始まったんですけども、もうほとんど攻撃をね、かわしてくれたんですよね。何かが起きてるというふうな感じはしていました。この仙台のね、第三水雷戦隊、活躍をしてくれて、そして神通さんのこの一撃、フレッチャーもね、ここまでよく頑張ってくれた。この高波の攻撃もでかい。それでもまだ落ちなくて、最後。提督、おめでとうございます。全作戦海域の攻略に成功しました。作戦成功です。高波がお役に立てたかもですか？よかった。本当に嬉しいかもです。さくら、イリスさん、はい。展開が良かったですね。最初の、そうですね、基地航空隊からの、支援攻撃、先制攻撃でね、敵の第二艦隊をすべて倒すことができて、イデヤさん、理想通りでしたね。随伴艦のね、敵の艦隊もすべて落として、最後はボスを落とせるという状況になったのは、もう本当に理想的な展開でした。むしろこういう状況にならなければ、ボスを倒すときも、何択、3択、4択っていうことで、最後ぶち抜くかという風な展開になるんじゃないかなというふうには考えてたんですけども、今までこの攻略をしてて、岩川牧場さん、前回の雪辱晴らしましたね。前回はこういう形にはできなくて、スナイプするしかなくて、それができなかったんですけど、今回は、本当にね、一回もう S 処理なんか取れなかったんですよね。削りの段階では。それが最後取ることができて、みんなね、本当によく頑張ってくれました。もうすべてがうまくいって、ようやく勝てたというような感じなので、今後もね、こういう展開のできるように用意をしていきたいなと思いますね。
れでようやくホノルルも我が艦隊の一員となってくれましたね。精鋭花の二水戦ルンガ沖で完全勝利。ショートランド白地に前進した我が精鋭第二水雷戦隊は部員基地、途中で終わっちゃったな。提督おめでとうございます。ソロモン方面に展開した我が艦隊とラバウル及び部員基地航空隊は同方面に来襲した敵艦隊及び敵航空戦力と数時にわたり交戦、増援部隊を含む同方面の強力な敵戦力軍を撃破、ソロモン防衛に成功しました。我が艦隊の勝利ですと。これは防衛作戦だったんですね。はい、ということでね、この戦いも一応終止符は打たれましたけど、まだそうや合ってないので、続けて出撃の方ねしていきたいと思います。いやいかがでしたでしょうか。こんなね感じの終わり方ができて本当に良かったとは思います。本当ね。では改めて、皆さんに感謝の言葉をもう述べさせてもらって、述べさせてもらって、攻略また続けていきたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。はい、よし、では行きましょこれでさくら、イリスさん、そうやは掘った方が良いと思います。どうよ。そうですね、私もできることならセーランでしょ。宗谷の方はね、やっぱり作戦計画概要をご説明します。開校したいところではあるんですけど、今日はそうですね、9時半くらいまではちょっと頑張ってみようかなと思いますので、よろしければね、そこまで出てくれればいいけど、お付き合いいただければ、私頑張ります。はい。そういえばさっきの機関の第2艦隊のやつやってみようかな。ちょっと待ってくださいね。第2艦隊に所属してたのは、福島。はい。さくら、イリスさん、サンマとかで大活躍するかも。そう、もうそれではまるで漁船ですね。私もそうやって船に関してはまだそんなに調べてないので詳しくは話せませんけど、一つ分かっているのは、いろいろ改造された船だということは伺っています。やっぱ第2艦隊にしててもやっぱり出撃ボタンが押せるということはこれやっぱりいけちゃうんですね。単艦出撃にしちゃうのかな。
多分押せば多分いっちゃう勢いなので、ここはちゃんともう艦隊を選んでいくか、あとはもう出撃をさせないようにするためには、ドックに入っているカンムスを出すしかないのかなとも思うけど、そこまでしなくてもね、大丈夫だろう。第二水雷戦隊機関陣出撃いたします。よし、では2回目いきます。 GM 山、岩川牧場さん、ダメでしたか。ね、せっかくのね助言いただいたんですけどもね、でも、こういう結果になるという情報が得られましたので、皆さん共有しましょう。はい、下がりませんよ。どれ先ほどは超えたが、今回はちょっとダメージをもらっちゃいますね。ここなかなか無傷ではね超えられないよね。ここはね。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。あとここからは、警戒陣でね、行きましょう。はい、突撃用意行きましょう。今回だけではなくて、最近基地航空隊すごい活躍をしているわけなんですけども、特にね一式陸港、活躍が本当に目覚ましいですよね。私も一式陸港に関してすごい活躍するんで、ちょっとこういったエピソードもあるなと思ったやつをねありましたので紹介していこうかなと思います。突然の紹介っていうことあります。でもちゃんとねしないとね、ここはね、陸に海に戦火あり、オーストラリアの戦いですね。こんな私でも一式陸港の戦火は、マレー沖海戦でのものがね最も華々しくね伝えられてますけども、昭和17年2月に、実施されたオーストラリア攻撃も戦果を上げています。こちらは2月19日ですね。鹿屋海軍航空隊一式陸港26機、そして96式陸港攻撃機とともにオーストラリアの軍港ポートダーウィンに向かったそうです。この時は南雲機動部隊のね攻撃機による軍港の空襲に続いて、飛行場を目標に第2波空襲を敢行。大混乱に陥ったオーストラリア側の抵抗はわずか、多数の航空機を破壊したそうです。27日には敵空母発見の報を受け、高尾空の一式陸港17機がゼロ戦30機に守られて出撃。目標の正体は水上規模艦ラングレーでしたが、分隊長の足立次郎隊員は慎重を期して
3回目の航路で爆弾を投下、戦果を上げているということだそうです。これはポートダーウィン空襲というふうに呼ばれてますね。と言ってる間に、田中少将の指揮に対戦は抜けたようですね。提督やるじゃんか。いけるよ。では続けて進軍していきましょう。そしてね、活躍はまだまだ、続きます。今回レンネル島沖海戦、途中のね、あれは E2 でよかったかな、の題材になった、海戦、ここでも石切彦は大活躍をしております。こちらはベテラン搭乗員による必殺の白母攻撃が敢行されています。昭和17年の、年末、大本営は、ガダルカナル島からの将兵の撤退を決定しました。この時期、ラバウルでは第705海軍航空隊と96式攻撃機701空の連日のようなね、空襲が加東方面に展開されていたそうです。野戦も抜けましたね。そして、昭和18年1月29日の敵大輸送船団と護衛艦隊を発見。今回も単純人でいきましょう。楊航空隊は総力攻撃を決意。戦いが始まっちゃったので、まずはこちらに集中しますか、先に。はい。よし、まずは一隻。なかなかね、ここがうまく落とせないとね、後がきついんだけども、戦闘形態は同行戦なのでね。高波強いな。やっぱりこの海域の主役は。すごいな。この雷撃も装甲破砕の影響でしょうね。いい攻撃でしたね。だいぶ相手の波状攻撃もかわしてくれたので、これは期待ができそう。すずこれもレアなコンビが来てましたね。トリオですね。でも火力は十分。
この負けるかっていうのがね、もう強いな。この攻撃も、これが単十字のね、恩恵がある状態であればこれで火力が出せますけど、これ警戒陣だと、火力がね出せないっていうのが、少しだけデメリットかなというふうに思えるんですよね。あ、おやしおどうだ、770でした。さっきの黒潮の火力も大したもんでしたけど、親潮の火力も大したもんですね。770、恐ろしい。私が指令本当ですか？やった黒潮さん見てましたか？私やりました。あわや、取れなければ多分黒潮が決めていたんでしょうけども、ちゃんと親潮が決めちゃいましたね。いいことです。はい。さあ、それではドロップはいかがかな。桜、イリスさん、S 安定ですね。S 安定かな。ここで、イベント回帰さんのハグロが来てくれました。ありがとう。作戦完了。なかなかね。指令、その分け目はきっちりと。髪型の話じゃありませんって。この霧島の分け目はきっちりとっていうのはどういう意味なのかな、ちょっとわからないな。もしわかる方いらっしゃいましたらコメントいただけると嬉しいです。これ何なんだろうな。補給助かります。補給ありがたいです。さあ、早くご命令を、指令。提督、申し訳ありません。すみません。少し長いお風呂になってしまう。痛くなんかないけどね。かげろう、休憩入ります。さあ、早くご命令を、指令。作戦計画概要をご説明します。本当にね、この6号戦隊アップデで強くなったから本当に使えるようになりましたよね。前回イベントまでは本当何の戦果も上げられませんでした的な感じでしたけど、対空回避能力もついて、小型のね深海生還には打撃を与えられるこの中隊、これからますます活躍するでしょうね。まだ回収、制空値の上昇が望めるので、回収もしていきたいんですけどね。今度やろうと思います。はい。ご命令を、指令。で、先ほどちょっと、途中で終わっちゃいましたけども、レンネル島沖海戦ですね。こちら、敵の、大輸送船団と護衛艦隊を発見。705海軍航空隊、そして701海軍航空隊ですね。この両航空隊が、総攻撃を決意します。陸港の消耗が激しい戦場でしたが、ベテラン揃いの搭乗員は夜の闇に紛れての攻撃を選びました。同日、705空の一式陸砲15機と701空の96式陸砲15機が白母攻撃を行い、米従順シカゴを撃破。
翌日これはいいですね。さらに、従順2隻にも魚雷を命中。不発でしたが、このレンネル島沖海戦で、陸航機は10機失いました。米軍は日本軍が攻勢に転じようと判断。陸航隊の奮闘は味方の撤退を助ける結果を生んだということですね。こういうね、いろんな積み重ねがあっての、撤退戦、その後のね、成功にもつながっていくわけなんですけども、その陰には、一式陸航隊の決死のね、活躍があったわけなんですよね。これでいいのかしら。まだまだ、一式陸航の活躍はね、続いていくわけなんですけども、こちらについては今日はここまでということで、また次回、陸航の活躍をね、紹介をしていきたいなと思います。その他にも、いろいろと言いますか、カンムスたちのね、活躍等々、紹介できるようなところありますので、攻略中でもちょっと挟んでいこうかなというふうに最近では思っています。でもね、出撃もおろそかにしちゃうとえらいことになるので、ここは注意をしていきたいとは思うんですけども、そうですね、桜井里さん、S 安定ですね。次もうまくいくと思います。うまくいくといいんですが。公団作戦、最終作戦海域、作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。では、チンツ、行きます。3度目行きましょう。突撃用意、行きましょう。よし。今回は S 勝利ですね。ようやく空襲ではダメージ受けなくてよかった。本当に嬉しいです。よし。では続けて突破をしていきます。一応ですね、最初の時にもちょっとお話したんですけども、宗谷ですね。S 勝利で約 6.74%。A 勝利だと 1.78% ということですから、やっぱり S と A だとね、5倍も違うということになるのでね。でもね、先ほどから戦闘見ていただいて分かる通り、第二艦隊をね、きちんと処理できれば、戦果を上げられるんですけど、残っちゃうともう野戦に行けない可能性が出てくるくらいね、かなりシビアな状況ではあります。なので、支援艦隊の援護もそうなんですけど、基地航空隊の連度がね、低下してしまうと途端に、
ダメダメになってしまうんで、もし攻略うまくいかないなっていう時は、基地航空隊の連動の方もね、きちんと確認をしないといけないかなというふうには思いますね。あとはそうですね、今日が6月の8日ということで、運営というかシーツ機関から案内がありましたけど、来月といいますか今月号のコンプティークがね発売されるということで、その表紙になるか多分なると思うんですけど、春菜がね、新グラフィックということで、出てくるようですから非常に楽しみですね。私も当日ゲットできるように、本屋にちゃんと予約してきております。皆さんもぜひねゲットしてみてください。よしよしよし、高波もだんだん連動が上がってきて頼もしくなってきますね。そしてね、この8周年ってね、この8周年のこの衣装ももう少しですねで見納めになってしまいますけど、よし、あとは野戦を乗り越えて、単勝と勝者突撃します。私に続いて魚雷も自発装填済みです。これからです。下がりませんよ。そこです。当たった。上から順番に叩いていく。ここはさすがにそれでもこれが警戒陣の力か。さすが右側はうまいですね。一番弱いところになってくる。もうね、完全にオーバーキル状態ですね。全く頼もしい限り。でも被弾をしてしまってちょっと、不安なところはあるんですけど、まずはボス戦、3回目、もう単純人でいいよね。警戒陣でも決して悪くはないんですけど、もしね1番艦2番艦3番艦がもし落とされていたんであれば、警戒陣にした方がいいとは思います。今回は、4番艦の黒潮だけがねちょっと被弾をしている状態なので、それ以外でも多分30陣選んでたかもしれないんですけど、最も火力の出る方向で戦いを挑みましょう。よし、一番いいとこ落としたな。だんだん仲良くなってきてる。第2艦隊全滅ね。これが支援艦隊の頼もしい。
行きましょう。平素を舐めないで。少し魚雷に張りたいですよ。ちょっと理想的展開すぎる。あ思いっきり左ドライジカウンター左弦5000よ攻撃でも油断はできないですよ。いけるまあ相手はね、ボスですからね。攻撃性も気を抜か一切の油断もなく野戦に突入。断傷勝者突撃します。私に続いて仙台参上。さあみんな突っ込むよ。さあお姉ちゃん、やっ浜風了解。ぱりこの地味にこの支援艦隊がいないとでは、安定感が違ってきますね。さあ私と野戦しよう。おお、仙台も大活躍。抜きます。浜風、雪風も行く。555ね、いいダメージです。はい、魚雷に自発装今回は不発だがこ、れからです。それでも200。いけるおやしお、どうだ ?664。なんかな、申し訳ないけど、仕方ないね。安定の S 勝利、まだみんな取ってくれて、嬉しいね、嬉しいね。ありがとう。私が指令本当ですか。いや、塩の連続 MVP でしたね。やりました。やりました。そして、艦隊のアイドル、中ちゃんだよ。よろしく。ね。まだまだ戦いは続きます。はい、作戦完了。艦隊起動します。戦果をご確認されますか。ここで中ちゃんか。補給助かります。空気読んでるな。ありがたいです。これでまた出撃可能です。まだよーし。その時ではないと申し訳ありません。言ってるわけですね。この体ちょっとお休みするね。あたたほんま体中が痛くてたまらんね。すみません。だいぶね、支援艦隊の力に助けられてる感があるんで、大丈夫かな。ご説明します。まだ連動は残ってるか。だんだん連動がちょっと落ちてきてるんで、おそらくあと2回が限界かなと、思われますね。よいしょ。ご命令を司令。よし。作戦計画それでは概要をご説明します。続けて、出撃していきます。はい。これでいいのかしら。どうよ。作戦計画概要をご説明します。僕はもうそのままでいいね。よし。砲弾作戦最終作戦海域作戦要項です。チンツ行きます。だいぶ慣れたもんですね。第一艦隊で出撃。いや、でもフラグ立てるとまた出撃しちゃうんでね。ここは細心の注意を払って展開をしていきます。各艦突撃用意行きましょう。さあ、最初の空襲はどうだ。全艦戦闘態勢に。ちょっと今回もダメージあるけど
全く問題なしですね。ここもね、今でこそ臨形陣でやってますけど、最初の頃は警戒陣でやってました。僕のお役に立てて本当に嬉しいです。やっぱり臨形陣の方がいいです。ここは。はい。よし。ここからは来撃だから、ここはもうお祈りするしかないからね。行きましょう。よし、単王陣。定型陣よりだったら単王陣の方がお願いします。安心感があるけど、でもな、抜かれるときは抜かれるからな。近代兵装を舐めないで。鮮度も上がった高波の痛いですよ。力。どうだ。いけるかも。中波にはできないか。できないかな。できないな。お、中波にした。一本だけ来る。一本だけかげろうに来る。やっぱ警戒陣強いな。これかわせなかったですよね。昔の幼女の本気は本当にね。東海部隊を出して黙らせるしか手段がなかったあの頃に比べれば、なんてね、あんまり褒めないでおきましょう。また強化されたりするとね、困るんで、イベントはね、これで終わりではなくて、まだまだこれから今年はあと2回ぐらいあるでしょうから、対策を練っておかないといけないな。対戦対策。まあね、対空と対戦がほぼワンセットで組まれてるから、いつもここは悩まされるな。まあね、最初にこう皆さん、先行された方々のね、情報等々、いただけることで、こうやって戦闘が成り立っているようなもんなので、よろしくお願いします。ただただ感謝しかないです。反抗戦。少し魚雷の自発痛いですよ。これからです。左弦応戦よ。腕。ここはちょっとダメージもらいそうな雰囲気が出てきちゃったな。123、3発、2発。狙いは、相手狙いは良かったが、こちらはかわしていくと。よし、いい感じになってきたな。たまたまやで気にせんといてや。よし。通常の、海域に比べますとね、まだ戦闘回数的には少ない方ではあるんですけど、やっぱりね、一回一回の戦闘が長いですから、気を抜かないでいかないといけませんね。魚雷の自発装填済みです。これからです。さあ、初段どこに来る？フレッチャーか。よっしゃー。思いっきりひだ。ドライジ艦長下がりませんよ。2番艦もそこです。来るか。ここは耐えた。当たった。いける。さあ。直撃や。3、4、5。あと6番艦。6番艦を。悪いよね。もらったわ。
ここで高波も中波もらっちゃいましたね。骨を断つのよ。でも大破艦は一人も出さずにボス戦に行けそうですね。たまたまやで気にせんといてや。よし、ではまた進撃をしていきましょう。今回も単重心ですね。いきます。お前らの企み、私が全部達成させてやるよ。始めようか。来なさいな。いくぞ。軽準新世紀。航空隊、いい働きだ。いい働きすぎる。大日攻撃の用を務めます。急いで。かげろうに大破か。この先制雷撃はちょっと痛いな。近代兵装なめないで。少し連動の上がった高波の力、お見せするとめえな。仕方はじめ。攻撃戦も気を抜くんじゃないぞ。魚雷の自発装填済みです。悪いわね。これはちょっとまずい展開になってきたな。行きましょう。下がりませんよ。そこです。狙って。悪いわね。もらっこうなるとね、先ほどみたいにそれこそそうですね、装甲破砕前の状況ですよね。この、ダメージが残っちゃってる状態ですね。でもまだ勝利の可能性はまだ残っています。突撃します。私に続いて。ユラが作戦の開始時刻をお知らせします。そしてイラさんが来た。今、提督さん。作戦開始。ユラ、もう負けないから。守りきります。やめて。よりどり緑っぽい？ボスに行く。夕立もやるな。いい感じ、いい感じ。十分強いし。魚雷の自発装填済みです。これちょっからです。とカットインじゃないのに300も。いける。そして親潮が倒して黒潮。直撃。まさかまたしてもやったー。本当にちょっと申し訳ないくらいダメージ出ちゃってるな。この声を何回後聞かなければいけないのかと思うとちょっとかわいそうな気もしますが、仕方ないね。たまたまやで気にせんといて終わってみればね、ほぼ完勝っていう感じではあるんですけど、やっぱり火力出るな。いいことです。艦隊のアイドル。そして連続中ちゃん来てるな。これはどう評価したらいいのか。でも
よろしくだな。作戦完了。ということでね、祈祷します。時間の方も9時半となりましたので、今日の出撃は次が最後ですね。もう一回だけありがとうございます。で補給今日最後にしたいと思います。ありがたいです。これでまた出撃可能です。よーし。提督、申し訳ありません。この体、ちょっとお休みするね。戦えば戦うほど強くなる。ごめん、もっと戦いたいんだけど、ちょっちお風呂。すみません。少し長いお風呂になってシートばがし、休みもらうで。あとは基地航空隊かな。作戦計画概要をご説明します。やっぱりダメージがだんだん蓄積されてるな。まあね、おそらく、来週の今日あたりにはね、その何度もつつかれるのは何でしょう。最後の、増援支援艦隊が来るというふうに案内がありましたので、その翌週、イベントの方も終了になっていくんだなというふうに考えられます。今日が8日ですので、多分来週の、この辺り、火水木あたりに支援艦隊が到着して、その週の土日挟んで、22か23、遅ければ24、この辺りが今回のね、イベントの最終日になるのじゃないのかなというふうに、私的にはそう考えていたりもしますので、そう考えるとあと2週間、2週間、あっという間だな。よし。それでは、今日ね、最後、出撃していきたいと思います。これでいいのかしら。どうよ。そして、今日の出撃がね、これ終わりましたら、また、いつもの今日の何の日コーナーね、やらせていただいて、締めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。空母級さん、皆さん、お疲れ様でした。空母級さん、お疲れ様です。はい。公団作戦、最終作戦海域、作戦要項です。基地航空チーンツ、行きます。さあ、最後、今日のね、最後ですね。行きたいと思います。各艦、突撃用意。行きましょう。さあ、最初の対空戦闘、そこです。どうか。スクさん、コンチャス。ここで、スクさん、こんばんはです。イベント、クリアしましたよ。航空賞、取れまして、嬉しいです。正直ね。GM 山、岩川牧場さん、スクさん、こんばんは。これもね、皆さんが応援してくれて、心折れずにね、イベント臨めたことがやっぱり一番大きかったと思います。もう何があってもね、最後までやりきるんだという気持ちだけは今回持ってましたのでね。
さん、どうサバに気をすおっす。福さん、クリアおめでとなす。ありがとうナスです、どんな形であれ最終の戦いはね、激戦になるのはね、いつものことなので、どうしてもね、前回倒せなかったので、今回はなんとかね、どんな形でもいいから、クリアをね、目指して今回頑張ってきましたのでね、それが少しは報われたかなと思えて、何よりもね、カンムスたちの頑張りがそれをさせてくれたので、本当に感謝しかありません。はい。あとは、まだね、フーミーもまだ出てない、まだ来てもらってないので、ソーヤとフーミー、会えるときは会えるし、会えないときはまた次回ということになるんでしょうけど、最後までね、イベントの終わるその時まで、出撃可能な限り出撃をしていきたいと思います。配信の方もね、それに合わせてまたしていきたいと思っています。次回はいつ頃になるかな。今日が火曜だから今週末かな。今週はもう一回配信をねしていきたいなとは思っています。あれちょっと怪しくなってきたぞ。4本か。4本。どうだんだん疲れが、疲労が出てきたかな。中波間が3隻で、まだ野戦前だというのに。たまたまやで、気にせんといてや。でも到着さえすれば何かが起きるということで、進軍していきます。あと、そうですね、今回神通さんには単勝と積んでないです。はい。攻撃力はね、確かに上がるんですけど、他の子がね、かばっちゃって大破してしまうという危険性が非常に高くてですね、2回くらい試したんですけど、やっぱりその状況になりましたんで、単勝とは積まない方がいいと思います。代わりに、推定を積んでます。どうしても索敵がね、ここの海域高く設定されちゃってるんで、電弾を4つ装備して、あとは推定かな。多分ちょっと過剰なんですけども、多分電弾索敵値が6以上のものを最低3つ4つかな、装備してないとそれると思います。福さん、索敵の問題が出てくるからわかるっすけど。なのでね、装備の方は本当にカツカツですね。カットインに電弾が絡んでくれてるんで、まだ数的にはなんとかなってるんですけどもね。
今回はね、半分中破しちゃってるんで、一応ここを警戒時にした場合は、4番艦から7番艦が火力が発揮できるような状態になるので、もし1番艦から3番艦が負傷しているの状態で、4番艦から7番艦が健在であれば、警戒時に選ぶのは十分ありです。まあ、今回私のように4番艦から7番艦が半分以上ダメな状態は迷わず単純時にを選びましょう。まあ、そうは言っても今日は全てボス戦は単純人となっております。お前らの企み、私が全部達成させてやるよ。さあ、始めようか。まだまだ続きそうだけどね。ぶっちゃけ、道中や線あると道中支援出さないときついからあんまし5-3で掘りたくないんすよね。そうですね。最初の J マスでも掘ることができるんで、まああとは、まあどちらでやっても回数がね、かかるということぐらいですから。いや、ついに T 字不利になっちゃったか。まあ出るときは出るし、出ないときは出ないし、そこは割り切ってね、行きましょう。来撃どうだこれ。これは通るか。まあ、割と通ったな。かげろうやられちゃった。これでまともに健在なのは陣痛と親潮もやられちゃった。でもまだ A 勝利の目はある。まだ A 勝利の目は残っている。行きましょう。野戦に行きたいです。行かせてください。突撃します。私に続いて戦場海域に到達。これより突入を開始じゃ。今日はいろいろな支援艦隊が見れていいですね。今回は日清隊、そして第4駆逐隊、日清の攻撃はあまり期待できないけど、駆逐艦の火力は健在ですからね。嵐。どうだ。ますます。そして鬼の二水戦、どこに、そこだ。そこの火力も高いぞ。これで一応 A 勝利はね確定なので、あとはどうぞ。もう打ち合いだね。中波でもあんなに出るのか。まあね、ラスダンの時もちょっと感じてたけども、だいぶ火力がね出るようになってるから安心ですね。だいぶ追反艦もね、ダメージが通るようになるんで、道中のきつさを乗り越えられれば割とね可能性があると思いますけども。不走型戦艦姉妹、妹の方山城です。そ
そう姉様見ませんでした。そうね様、見た見た。ということでね、今日は、こんな感じでした。はい。作戦完了。艦隊起動します。戦果をご確認されますか？よーし。ということで、出撃の方は、これで終了ということで、それではね、またいつもの締めさせていただきたいと思いますので、用意いたしますので少々お待ちください。GM 山、岩川牧場さん、残念。まだ諦めなければ試合は終了しないのでまだまだね。諦めないでいきましょう。と。はい、今日もね、皆さん見に来ていただいてありがとうございます。そしてね、また勇気をもらったような感じもしますが、今日、6月8日ですね。今日の何の日、始めていきたいと思います。はい、今日はこちら、ロボット清掃機ルンバの日となっております。ルンバ、皆さん知ってますよね。アメリカのマサチューセッツ州ベッドフォードに本社を置くアイロボット社が製造販売をするロボット製造機ですね。掃除機ですね。アイロボット社は1990年平成2年に設立され、軍事用、業務用、家庭用のロボットを設計開発をしているそうです。2002年平成14年の9月17日に第1世代のルンバが発売されて以来、毎年新型や改良版が発売されているそうです。人工知能とかね、接触センサー、赤外線センサーとかがね、搭載されていますので、自動で室内を製造してくれるというね、非常に頼もしい存在です。今日はね、この、ルンバを選んだ、理由として、特にこれといったものがなかったというのもあるんですけども、そしてね、全世界ではね、今現在1400万台というね、家庭用ロボットを売り上げているロボット掃除機ですよね。すごい数ですよね。パイオニアであるアイロボット社は、日本総代理店であるセールスオンデマンド株式会社が2015年ですね、平成27年に制定をしております。日付は
ロボット掃除機の代表的ブランドであるルンバにちなんで、ルが6、ンが0、バが8と読む語呂合わせから6月8日となっております。日本でもね、だいぶ浸透していて、たまにね、ドラマであったりアニメでもね、ルンバちょこっと出てきているところを見たりもします。ちなみに私のうちにはルンバはないです。ということで、6月8日、ロボット掃除機ルンバの日、紹介させていただきました。今日もこれで全て番組は終了です。はい。いやー、今日は会えなかったな。でも会えるまで何回でも行きますよ。ということで、本日も、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今日はね、ちょっと長くなるなとは思ってたんですけども、いつもより長めに配信しておりますので、若干疲れてきました。最後までね、お付き合いいただきましてありがとうございます。次回は、今週末また配信をしたいと思っておりますので、ぜひね、またその時も皆さんまた来てくださいね。私も頑張っていい配信になれるように、努力していきたいと思っております。またね、いろいろコメント等で、ご助言いただいて本当にありがとうございます。またいろいろ出撃等でやらかすかとは思いますので、またその時にはご助言いただけると嬉しいです。本当に今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。スクさん、アイリスさん、イデアさん、TS 山岩川牧場さん、空母9さん、本当にね、いつも来てくれてありがとう。それでは、また次回も、この番組でお会いしましょう。失礼いたします。じゃあね。